今日はサウンド生成を使った楽器音の素材の作り方を解説するよ。今までのドラムや効果音と違って楽器の音は音楽の主役になりうる音だから、どんな音色演奏にするのか細かく指定したい人も多いと思う。ということで今日の動画の前半は特定の楽器一つをピックアップして、その楽器にいろいろなプロンプトを加えて音色がどう変化するかを聞いてみよう。別に何の楽器でやってもいいんだけど、今日はハープでやってみるね。メジャーな楽器の音素材は素ので作らずともいくらでもあるし、マイナーな楽器の音素材は使い道が限られるという問題がある。だからメジャーすぎずマイナーすぎない中間くらいの立ち位置の楽器を選んだ。具体的な解説は後でするとして、まずは早速実例を聞いていこうか。今回はループ BPM120 キー未設定。プロンプトはハープを入力して、ハープにいろいろなプロンプトを足して音がどう変化するかを聞いていこうか。プロンプトを追加することで一つの楽器からいろいろな音素材を作れる。まずは楽器種別の指定。アコースティックやエレクトリックなどが有名だね。メジャーな楽器はいろいろな種類があって、種類によって音色が大きく変わるので、細かく種類を指定した方が狙った音色を出しやすくはなるよ。ただこの楽器種別のプロンプトは使う楽器によって効果が別物になる。例えばオルガンをアコースティックオルガンと呼ぶことなんて基本的にはないから、サウンドにアコースティックオルガンと入れるとギターとオルガンの混じった変な音になる。楽器によって効果が大きく変わるから、楽器の知識がないと使いにくい単語だね。音の強弱、ソフトラウドや音の高低、ハイ等はどの楽器でも使える表現だね。ただ効果が弱めで失敗もしやすい。演奏方法を指定するプロンプトはサウンド生成ではかなり魅力的だね。通常生成では演奏方法を指定してもうまくいかないことが非常に多い。例えばハープコードと入力してもハープがコードだけを弾くことはないね。ただサウンド生成だとうまくいく。この種類の単語はサウンドだと優秀だよ。尺八コードみたいな、その楽器で普通は演奏しない音も出せる。サウンド生成限定でいろいろと遊べるので、サウンドを使うなら使いこなしたいね。
最後に音楽ジャンルを使う方法。これは音楽知識がなくても使いやすいね。音楽ジャンルに合わせた音色と演奏、両方が変化するプロンプトになるよ。ただその楽器と相性が悪いジャンルは使っても効果が出ないことが多い。そのジャンルで使われにくい楽器ほどサウンドでの相性も悪くなりやすいよ。ここまで説明したプロンプトは複数を組み合わせて使用することもできる。でも複数使うほど元の楽器以外の音が混ざりやすくなってしまう欠点はあるよ。ただサウンドは実装当初と比較すると飛躍的に成功率が上がってるので、いろいろと入れてもあまり失敗しないよ。積極的に挑戦してみるといいね。動画の後半ではサウンド動画恒例のサウンド限定で出せる楽器音を紹介するよ。 V5 時点で通常生成では効果がなく、サウンドで効果のある楽器だけを集めてみた。今回の設定もループ BPM120 だけど楽器によって変更することもあるよ。Everybody wants make one. Don't feel that I wanna make it over time and make it again. I am fancy. I am fancy.今の実例で何回かやってみたんだけど、音程の弱いない楽器にキー指定をすると音程をもってより音楽的な音になる。効果を出せることがあるよ。以前のサウンド動画で音程のないドラムや効果音にキー指定をすると他の音が混じる失敗が起きやすいと言ったけど、その問題点は改善された。ドラムや効果音にキー指定をしても面白い変化をするので試してみてもいい。ただどうしても成功率は下がるから、変な指定をするときはその点に注意してね。それじゃまたね。